っていうのは他力を受け取れるかどうかそうななんんでですよね。す。ようこそみなと、ロミのビジョン心理ビジョン心理学サロ学サロンンへ。今日ははい、運の話です。運ですか？運です。運好き。ね。運運はいい方ですよね。もうめちゃめちゃ運がいいと思ってます。うんめちゃめちゃ運がいいと思っている。でも松下幸之助さんは運がいいと思ってる人しか採用しなかったっていう都市伝説かどうかわかりませんけど、そんなお話も聞きました。なんかやっぱりそれはあると思うな。運がいい人っていう人の周りにまたみんな運が欲しいからやってくるし、ね、自分がラッキーだって思ってると、そのラックがまたどんどん広がってくるから、はい、運の正体って何でしょうね。ね、幸運、それから運ってやっぱり動かないと入ってこないでしょ。流れですね。フそうローですね。つまり流れに乗れることなんですね。運がいいっていうことはね。流れに乗れること。そこにある流れっていうことを分かってるっていうことだし、もし運から外れちゃってるな、その流れから外れてるなって言った時に気づける力だし、選択していく力。で、運が悪い時はみんなどんな風になってると思う？運が悪い時は悪口いっぱい言って文句言ってる。心の中で批判してる。そう心の中でいっぱい文句を言いながら、妬み、ひがみ、そしてそうだな、いじけてる。そのラッキーな人と自分との間にはこの分離があるから、あの人の運は自分にはないっていう分離があるわけですよね。そうね、あの人のようにはなれないってそういう時は思っちゃってますね。で、分離してる時っていうのはそこに批判やジャッジが入ってくるから、めっちゃ心の中で毒づいている。比較があったりしますよね。します。比較っていうのは、必ず自分が負けてる比較をするんですよね。あの人に比べて私は鼻が低いとか、あの人に比べて私は目が小さいとか、そんなような比較になるんですよね。そうですね。そこにあるもの、今状況がもしも仮に悪いとしたら、その周りにある運、幸運っていうことに目が向けられなくなっちゃうから、視座は下がるし、視点は小さくなっちゃう。さっきね、ここに来る前にね、私たちこれから大きいイベントがあるんですけど、うちの夫が、歯が取れた、詰めてたものが取れたって言ったの。で、明日事前準備で手伝ってくれるから、なんか何時に入ってって言ってたわよって言ったら、行く気満々だったのに、僕、かぶせてた歯が取れちゃったからって言って、その瞬間私が思ったのは、もうそんな面倒なこと持ち込まないでって思ったの。でも、その瞬間に態度が悪いな、私って思って。で、一回部屋を出たんだけど、ごめんごめんって戻って、ガチャってドア開けて、すぐ先生が明日見てくださってよかったね、ラッキーだったねって言ったら、そうなんだよって言って、瞬間的にうちの夫はもう許してくれているから、そこで私がどっちに目を向けるか、何時に入ってって言ってたのにそこに行けないじゃないっていう、そのプレッシャーでジャッジを彼に向けるのか、それとも、いや、もうここからお盆に入ってしまう直前に、あの先生優しいから無理やり入れてくれて、でも午前中枠だったから30分ぐらい遅れるだけで、そこにはお手伝いに伺えるなって言ったところで、こうやって離れていくんだなっていう、ちょうどその自分のね、エゴのパターンっていうことがよく見えたんですよね。で、その時に、ここでラッキーだねっていう、その先生たちのスケジュールを無理やりね、開けてくださった、その優しさとか思いとか、うちも歯医者さんの先生のクライアントさんが多いので、緊急の場合、やっぱりもうその自分たちがお昼とか食べるのが、遅らせて、入れてくださったりするとお話を伺ってたから、それが働いてくださってたんだって思って、それに感謝をしたんです。そこで他力が働いてることに気がつけるかどうかなんですよね。運っていうのは他力を受け取れるかどうかなんですよね。そうなんです。だからやっぱり自分がそこでラッキーなんだなって、これがセミナー中じゃなくてよかったんだ。本当よね。だからもうそのこと自身に起きてしまった事象っていうことだけだと、もうどうすればいいんだろうっていう、自分にどうにもできない、歯医者さんじゃないから、どうにもできないって言った時に自分の中にいろんなことが起きてきちゃうんだけど、そうじゃない、それも含めて他力が働いてくれてベストタイミングだったんだ、全てベストだったんだっていう、そっちに意識を向けられた時に、その体験がくるっと全く変わるわけですよね。そうすると感謝できますね。だから言い換えると、運が下がってる時っていうのは、感謝が減ってる時なんです。感謝できない、そういう時はなんかひがんじゃって。
いいわね、あっちは私になんか誰も面倒見てくれないし、ね、思っちゃうけれども、でもそういう時も実は何かいいことがあるのよね。でそれが見えるようになると全然変わってきますよね。そうなんです。だからやっぱりその自分に気づいているっていうこと。なるほどね。それはなんかすごく今朝ここにお伺いする前に、本当に短い時間だったんだけど、あ、こうやってエゴが入ってくるし、こうやって自分のパターンに持ち込むし、こうやって自分で何とかしようってしてるし、それは言い換えるとね、すごい傲慢なんだなって思ったんです。傲慢ですか。そう、もうそこにある恩恵っていうものや他の人々がそこにね、差し出してくださっている、愛というものに対して自分が文句を言っているわけだから、素直に受け取れない態度っていうのは傲慢なわけです。それは全てベストのことが起きているっていうふうに受け止められるかどうかっていうことなんですよね。だから今私のところにあるものは実は今の私にとってはベストのことがあるんだって思えたら、その今あるものに感謝できる。そうなんです。だからもうありがたい、ありがたい、ありがとう、ありがとうって思っていれば、それがどん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 大きくなってくるし、ね、私はラッキーだって言い続けると、小さなことがこう何かコンビニで何かがくじとかあるじゃないですか。ああいうのとかで当たったって言ったところから、すごいラッキーだなだし、今日一日何事も悪いことは起きなかった。そういう歌がありましたね。家族がみんな元気だって。そう。ニュースが見たい。そうね、本当ですよね。だからそこの自分がその事象の後ろに働いてくださっている大いなる存在の手、愛っていうことにいつも意識をこう向けられてるかどうか。でも私たちってやっぱりこの形あるものに左右されてしまうから、今あるものはこれしかないとか、あの人に比べて自分はこうだとか、そこにこうはまっていきがち。意識のこの私があるからね。まあここのところ三角関係のお話をしておりましたけれども、今ある家庭よりもこっちの方が素敵。今あるパートナーシップよりもこっちの方が素敵。今やってる仕事よりもあっちの方が面白そう。そうだから運を磨くっていうことはすごく当たり前のことで、大切なものを大切に毎日大切にするという、それが例えばお経をあげることだったり、朝神社に行ってお祈りすることだったり、それと同じように私たちが大切なものを大切にし続けるというその態度と一貫性なんだと思うんです。そこに心を込めることができるといいっていうことですね。本当に。だからやっぱりその感謝する先っていうものは自分が思ってもいないような大きな力が働いてくださってるんだっていうことにやっぱり目を向けた時に、どうしてもストレスがあったりスケジュールがあったり急いでたりすると、そんなもの投げてよこさないでよっていうふうに思ってしまう。今の私を邪魔しないで。障害になるものは全然もうその段階で超自立してるって言って、なんかさっきはもうはぁとほほっていう一瞬そういうね感じがあったんですけど、そう本当だからね、そうだからやっぱりこれを見せてくれてよかったなと思って夫にも感謝をしたんだけど、だからやっぱりその自分がそのエゴにはまりそうになった時に戻れるかどうかっていう、そこに今あって本当に大切なものは何かっていう、そこにもう一回立ち戻ってそれを毎日毎日毎日磨く。それはお子さんとの関係やお子さんとの時間かもしれないし、ご主人との関係、奥様との関係かもしれないし、友人との楽しい時間かもしれないし、それを表現していく。あなたにとって一番大切なものにあなたの大切な時間を使えますように。そうですね。幸運っていうのはリーダーシップの三角形のね、ビジョン心理学の三角形のところのリーダーシップのギフトでもあるんです。ですからこの角を曲がる時には男性性と女性性のバランスを取るっていう対等性が大事ですから、受け取るっていうことが大事なんです。運はいつもいっぱいいっぱいこうやってきているわけだから、それを受け取り続けるっていうこと、その意欲ってすごい大事だと思いますよね。そうですよね。リーダーが幸運でいてくれないとちょっと後で続くものとしては困ってしまいますもんね。なのでぜひ皆さんも幸運を磨いていただいて。そうですね。私たちはラッキーだ。これをね、そうですね。本当に口癖にして、そして感謝が減ってきてたら、おっとっと運が落ちてきてるぞって気がついて感謝をしていく。これも運を上げていくっていう、そういういいきっかけになると思います。一緒に流れになりましょう。ね、暑い夏になったらいいと思います。本当に。はい。それではまた。またお会いしましょう。